こんばんちぐー、テリアモンジャスです。いきなりだけど、みんなデジモン図鑑には何体のデジモンが登録されるか知ってるかな？デジモンビートブレイクを見ていても感じるけれども、デジモンは種類がめちゃくちゃ多いし、個性的なデジモンがとっても多いから、ずっとワクワクできると思うんだよね。今日はね、そんなたくさんいるデジモンを生かした企画をやっていきたいと思います。今回の企画はテリアモン女子がいろんなパーティーを考えてみた。はい、デジモンストーリータイムストレンジャーではみんな好きなデジモンでパーティーを組んでたと思うんだけども、その時の状況や敵に応じてパーティーメンバーって入れ替えていたよね。僕も入れ替えた。今回はね、そんな感じで特定のシチュエーションや条件に応じて図鑑に登録されているデジモンたちでオリジナルのパーティーメンバーを妄想で作っていく企画をやっていこうと思います。僕だけじゃやっぱり寂しいよね。僕がただこう発表するだけだったら、なんか夏休みの宿題やってきた子供みたいな気持ちになっちゃうから、ちょっと寂しいなと思ってね、せっかくなんでいつものメンバーでお届けしていきたいと思います。今回僕と戦ってくれるのはこの2人。こんばっちぐーさんおちスタッフです。よろしくお願いします。そしてこんばっちゅデジカです。よろしくお願いします。やったぜ、元気じゃねえですか。なんか気合入ってるね、2人といつも以上に入ってます。気分ノリノリです。ノリノリいいことだ、新年からいいことだよ。いつもの2人なんだけど、僕はデジモンアンバサダーとしてまあいろんなデジモン見てきておりますからね、2人よりは詳しいんじゃないかと思いたいですよ。そこに負けないぐらいの愛とプレゼンで今日は説得していきたいな。確かにデジカはいつもデッキ組んでるから得意分野だよね、パーティーメンバー揃えるの。確かにデジカ関係ないです。そこは僕もデジカを生かしてみたいな話をすればいい、奥ゆかしいなということでそして今回3人がお題に合わせてそれぞれパーティーを作っていくんですけども、そのパーティーをどれが良かったかこちらのディレクターさんが審査してくださいました。どうぞよろしくお願いします。かわいい、もう声だけでかわいい。やっぱ可愛い女の子がいてくれるのは僕も嬉しい。何のアピールだっていう。それで票入んないですかね、多分それで。まあ待ちきれないので、もうみんなで考えてきてるから、はい。早速発表していきたいと思います。テリアモン助手研究室。一つ目のお題何ですか？デジモン最大4体と旅行するならどのデジモン？シチュエーション場所は自由に決めて OK です。なるほど、どこに旅行するかとか自由なんだね。はい。自信あります、僕も。あら。ってアンバサダーだって言ってるだろ。自信あります。デジカさんどうですか？もうでも好きなデジモンを言ってその状況を妄想するだけですから。じゃあデジカから行こうよ。デジカから聞きたいです。僕の、4体のデジモンはスカイモン、パタモン、コロナモン、ルナモンです。パタパタしてるね。パタパタしてます。スカイモン、パタモンはもともと好きなデジモンだったので、絶対頭の上に乗せて旅行したいなって思ってまして、でコロナモン、ルナモンも、昔のゲーム登場時からすごく好きなんですけど、最近のタイムストレンジャーのプレイで改めて好きになったので、もう好きなデジモン4体に囲まれながら温泉旅行したいなっていうのはすごい気持ちとしてあったので、この4体で一緒に温泉旅行行きたいなっていう気持ちで。めちゃくちゃ幸せな。幸せだけど普通じゃないかい？それだって好きなデジモンだったら誰でもいいってことじゃないか。そこにこの子を連れていくっていう意味が欲しくないかい？そうですね。なんかちょっと不穏そうな顔してるな。いやおい沢口くん、じゃあ沢口くんも発表したらいいんじゃないのかね。いいですか、流れで。私は、逆に場所が最初に来たんですよ。ここに行きたいからこのデジモン順番で選んでいて、まず行きたいのはアマゾンです。アマゾン？アマゾン、南米アマゾンに旅行に行きたいですというところと、そこに行くにあたって選んだデジモン4体がジュレイモン、パルモン、テリアモン助手。僕？はい。あとケンタルモン。この4体です。
はんはんはん。で、熱帯雨林というなんかこう迷いそうなところを冒険するにあたって頼りになりそうなメンツをまず選びましたっていうことと、まずジュレイモンがいたら迷っても場所を教えてくれる確かに。と、パルモンはタイムストレンジャーでもこう木々を移動するので、そうすごい役に立ったっていうところと、テリスケに関してはテリスケというかテリアモン助手に関してはテリスケじゃないんだね。テリスケ来てくれますかアマゾン。行かないです。テリアモン助手に関してはこう何を食べれるのかとか、これ食べれない、頭いいからね僕たちね。そうです食べれないものだよ食べれるものだよ詳しそうなのでテリスケ入れたのと、森で迷わないといえばケンタルモンという印象が僕はすごい強くて、これはデジモンワールドの阿弥陀の森っていうところでケンタルモンがこう阿弥陀上に辿っていけばっていうマップがあるんですけど、そこでのケンタルモンの印象が強かったので、この4体で一切迷わず安全にアマゾンを旅したいっていうところで選んでます。なのでデジカさんはね多分デジモン先行で選んで、僕ちょっと場所先行。場所先行ね。失敗してると思うよ。だってアマゾンに行きたいなんてそんなうち言のわないディレクターさんは温泉とアマゾンで温泉勝ちますよ。そうだよ。温泉に行きたいよ。でもそんなね。でもそれ大事じゃね？行きたいよ。肝は旅行だと思ってて、はい。だから旅行って気心知れた仲良しメンバーで行くのが一番楽しいんだと思うんですよ。行ったな。僕のプレゼンを聞いてくれ。そんなフリーあるの？僕のプレゼンを聞いてくれ。はい、僕は近場でいいんだ。ピクニックに行きたいっていう気持ち。そんなにね遠出をしても疲れてしまう可能性があるから、ピクニックに行くなら大親友のロップモンを連れて行きましょう。ロップモンと一緒に連れて行くのはですね、バーガモン、エビバーガモン、ポテモン、お腹が空いても大丈夫三人衆だ。何の拍手だ。永遠にご飯くれるんだよこの子たち。そう。いいとこ行きましたね。一緒にロップモンといればどこに行ったって楽しいんだけど、やっぱお腹空いたら喧嘩することもあるんだ僕たち。確かにね。そう。でもバーガーモンたちは別に食料じゃないから友達だから。彼らが作ったバーガーモンが作ったバーガーバーガーとかエビにも詳しいエビバーガーモンと一緒に、海行ってもいいし、ポテモンは無限にポテトくれるんだ。最高かよ。これ確かにディレクターさんの判断軸で温泉かピクニックかアマゾンだったら僕は負けますね。そこで見られたら負けるな。一番良かったと思うパーティーはテリスケです。よし、やっぱり女性の心も掴んだよ僕は。やっぱお腹の減りは大事。すっごい不満そうな顔してる。ほらデジカなんか自分の大好きなデジモンたちだからそこを否定された気持ちになっちゃうんだよね。でも違うよ、僕のプレゼン力が勝っただけだから使い物たちは悪くないんだよ。僕のプレゼン力がちょっと弱かった。そうだよ。ちょっと理由聞きたいです。自分が一緒に行くならそのシチュエーションも含めどこに参加したいかっていうのでちょっと選ばせていただきました。最高だな。で私エビがすごい好きで食料供給担当として見られている可能性が。エビバーガモンは一緒にピクニックは魅力的だなと思って僕よりも実用的な考え方をしてました。デジカさんも使いもんがひねくれ者なのでちょっと喧嘩しちゃう可能性があるんじゃないかなっていうのをちょっと思いました。デジカさんうちの使いもんは違いますみたいな顔されてますけど。でも使いもんが僕心のパートナーっていうのはあるんで、そうですね。そこは喧嘩も織り込み済みに行って旅行行きたいなと思ってます。合わせ鏡かい。あるかもしれない。アマゾンはちょっと行きたくないです。なんか旅行先プレゼン。そこで負けたんだ。シチュエーションも大事だから。いやニースとかにしときゃよかったな。ニースは行きたい。確かに。ニースはそうですよね。じゃあ次2問目。デジモンだけのアイドルを作るならあなたはどんなデジモンを選びますか？上限は5体までで成長期から選んでください。それ以外のレベルを1体だけ入れても OK です。なるほどね。僕成長期から全員選んだから鈍化ぶりする可能性あるかもしれない。
なるほど。じゃあ僕から選んだの発表してってもいいですか？ぜひ。僕が考えたデジモンアイドルグループはこの5人だ。王道、センターはいつもピンクと決まっているキュートモン。そして黄色担当クールビューティーレナモン。僕も大好き。のんびり系青といえばモルフォモン。かわいい。かわいいですね。かわいいかわいいかわいいだけじゃちょっと物足りないっていうのに、かわいいんだけどちょっとインパクトのあるマスコット系緑といえばコエモン。おちゃるちゃんですね。そしてこの4人で僕たち活動してたんですよ。そう僕たち僕プロデューサーだから僕プロデューサーだから。なるほどなるほどなるほど。この4人で活動してたんだけど、ちょっと1年ぐらいしてちょっと公開オーディションでもやって、なんか光るやつ見つけようって言って入ってくるのが紫と白担当っていうやっぱミステリアスでかっこいいくだもん。この5人でアイドルデジモングループカワキュアかわいいとキュートとアトラクティブで略してカワキュアですか。カワキュアです。ちゃんなるほど。とね色も考えてるから。なるほどな。魔法少女色っていう目線はなかったな。じゃあこれ牽制し合ってますよ。そうそうそうじゃあ次僕いきます。じゃあこれ最後が痛いと。ユニット名はフォーレックス。今考えたそう今考えました。いいね。メンバーが癒しを届ける四足歩行デジモンたちそこをこうの、デジモンダンスボーカルユニット。いいね。ダンスボーカル大事。ダンスメンバーがレオルモン、ラブラモン、ああルガモン。ガモン四足歩行のデジモンたちで、はい癒しを届けます。強そうだけどな。で、ボーカルにボーカルエテモン。ちょっとなんかヘビーメタルじゃないかい。アイドルかい。もし疲れてない人たち人たちがいたらエテモンのラブセレナーデでちょっと疲れてもらって、その3体のデジモンたちに改めて癒しをと受け取ってもらってサウナ入って水風呂じゃないんだ整ってくるね。それでね整い。かっこいい。でもフォーレックスって名前はかっこいいわ。4本の足ならやめろそれを言ったらちょっとダサい。エテモンがかぶったな。かぶるんだアイテモンが、ちょっと皆さん忘れてるかもしれないですけど、人がアイドルにときめく理由って何ですかとなった時に、努力する姿と成長する姿に人はそこに夢を追い求め一緒に応援したいと思うんですよ。まず圧倒的な歌の才能と兄貴分として全員を取りまとめるリーダーのエテモンで、何者かになりたいという強い意志で応募してオーディションに見事合格し、誰よりも努力する王道スターど真ん中のシャウトモン。ああシャウトモンはいいね。はい、そしてシャウトモンと一緒に受かっちゃったんですけど、そんなシャウトモンを尊敬しつつ自分はあくまでもサポート役という立場だと思い込んでいるが、その献身的な姿勢やたまに見せるキラリと光るリーダーシップがファンの心をくすぐるスターモンズ。スターモンズ、はい、これもデジモンクロスウォーズからの登場ですね。で美女がいいという圧倒的なアドバンテージを持ちつつも、歌と踊りになるとまだこうちょっと一歩才能が開花せず、毎日レッスンの先生に怒られ、自分にはアイドルの才能がもしかしたらないんじゃないかという悩む姿を見せたかと思いきや、時には他のメンバーに毒を吐き、ちょっとニヒルな二面性がとにかく魅力的なルーチェモン。なんか台本読んでる書きましたからこれそしてあとは最後これも完全応援枠です。ま応だ援したい何にもこうできないというか、歌も踊りもまだまだ成長途中な、もうど真ん中母性本能をくすぐってくるザ応援枠のギルモン。ギルモンはいいね。これちょっとデコボコしたスター性とまだ成長途中みたいな5体の。確かにストーリーがとてもいいと思うんだけど、だけどやっぱ僕のメンバーが一番いいな。そのいろんなニーズに応えてる。いやでもそういろんなニーズだったら僕も多分そうですよ。あとデジモンファンは多分応援したいみたいな気持ちも多分強いはず。僕はエテモンが真ん中に立ってて、そこに3体デジモンが前に並んでるっていう、そのなんか見栄えの綺麗さというか、なんかバランス感は僕一番取れてるなって自負してます。そうか、バランスとまとまりで言ったら僕じゃないのかい。それでは
ディレクターさん、一番いいと思ったパーティーを発表してください。一番良かったと思うパーティーはテリスケです。やっうわぱり女子の気持ちをつかみに行っている僕は。エテモンか。いやわからないよ。めちゃめちゃ悩んだんですけど、色がやっぱ大事だなっていうのもあって色は確かにね。皆さん良かったと思うんですけど、テリスケの選んだ5体っていうのが本当に綺麗にアイドルっていう感じのかっこいい可愛いを兼ね備えてるのと、コンセプトもちょっとちゃんとしていて一番良かったかなと思います。川キュアの勝利ちゃん。いやちょっと悔しいな。今のが必殺技だったんだけどな。社長じゃん。悔しい悔しい。参りました。次のラインに行きましょう。気を取り直して。テリアモン助手研究室。地球最後の日です。あなたはどのデジモンと一緒に過ごしたいですか？1体だけ選んでください。一体だって使いも出しちゃったじゃん。これそれで言うと僕もう一体好きなデジモンいて、行ってみよグレイスノバモンです。強調。銀河型なんですよ。で地球最後の日でもグレイスノバモン好きなデジモンと一緒にしたらワンチャン助かるんじゃないかっていう。ワンちゃん助かると思って重ねます。選んでんの。私その時一言メモ書いてるんですけど、私のチョイススサノーモンで、強調。コメントは地球最後の日じゃなくさせます救ってくれそうだ。多分考えは一緒だと思います。地球最後の日ですっていう。なんで君たちはさこの質問に対して生き残ろうって思うんだい。これは最後の日を一緒に過ごしてこう静かに終わりを迎えるっていうちょっとノスタルジックだけど考えたくもないけど、でもこの人が一番大切っていう人を聞きたいのに、なんですがってスサノーモンってグレイスノバモンって。僕はねオメガモンって書こうと思ったけど、オメガモンだったら同じように生き残っちまうんじゃないかなって思って考え直したんですよ。はい。やっぱり一番最後の日誰と過ごしたいかってアグモン博士だよ僕は。うわ負けたこれ。勝っただろ僕アグモン博士だよって言った瞬間に泣きそうだもん。これは負けたかもしれない。そうなんだよ。地球最後の日はちゃんと師匠と一緒に過ごすんだ。これあれですよ。テリスケはアグモン博士と最後の日を迎えていただいて、僕とデジカさんはグレイスノバモンとスサノーモンで次の星に行きましょう。行くな地球最後で残れ。私もこれ考えてみた時に全く一緒の人がいまして、一番良かったパーティーはサンオチさんです。スサノーモン。サノーモンかアルファモンと迷っていて、理由は全く同じです。地球最後の日じゃなくなるかもしれない。なんで質問した人も地球最後の日にしないっていうオチ。でもやっぱ助かろうとするんですね我々は。僕はしてない。人間の皆さんは助かろうとするのかもしれない。確かに。主人公体質なのかもしれないですね。世界を変えてみせるみたいな。なんか甘んじて受け入れないっていう強い心があるのかもしれない。多分テリスナーは99人は絶対僕のことを支持してくれたのに。残りの一人がここにいました。だから地球最後の日はこの2人で過ごすのは悪くないかもしれないよね。同じデジモン選んだ人ってやっぱ運命の人の可能性あるから。はい、新たなカップルが誕生したところでじゃあ次4問目やっていきましょう。あなたはフットサルの監督です。デジモンだけでチームを作るとしたらどのデジモンを選びますか？成長期から選んでください。それ以外のレベルを1体だけ入れても OK です。はい、5体。5体ってことだね。僕ねおフットサル憧れてたんだ。おテリアモン助手入ります。おらチームメンバーに。そしてテリアモン助手足すテリアモン足すロポモン足すテリアモン X 交代、さらにラピッドモンでフットサルチーム作ります。こ
これ理由もあって、テリアモンとロップモンは双子みたいな感じで一心伝心なんですよ、僕たち。でちょっと可愛い見た目なんですけど、僕たちパワータイプなんですね、実は。なのでフィジカルよしで、僕頭脳を担当しますんで、僕はブレイン。大丈夫ですか？イエス僕がブレインで、速さで言ったら他のデジモンには負けを知らぬということでラピッドモンを入れたくて、でさらにもう一人どうしようかなと思ったら X 交代という技があったんですね。そしてこれの一番の強みはやっぱり可愛さです。こんなに可愛いデジモンたちにアタックできますか？できませんね。勝ちました。意地で勝とうとしてるいやもう可愛いって一番正義なんだって、僕はもうずっと前から言ってるから。どうだい、このチームに勝てるかい？勝フィジカルとてます。勝てます？これポジション的にも考えてきて、まずキーパーアンゴラモン、ああ大きいね。サイズがある、面が守れる。ね、守れるね。ディフェンスにハイエモン、ハイエモンデジモンビートブレイクの1話2話で登場してきて、ああ悪いデジモンだ、でディフェンスってスポーツやってるとあれなんですけど、ねちっこいやつが一番やりづらいんですよ。でこう粘り強くついてくるみたいな、だからそこちょっとハイエモンあったなと思って、どこまでもこう結構も追いかける。でフォワード3人です、レナモン早い速い、ファルコモン早い。速い。これデジモンサバイブで移動範囲も広いし素早さも高いし速い、あとは最後シュートモン。あシュートモンは確か300キロのシュートを打てるというデジモンなんですけれども、もう勝ちに来てますっていう。いやでもやっぱねチーム力足りないよ。足りないかな。以心伝心の強さでしょ。そこの連携は確かに。連携取れないよ。レナモンなんて一人で単独で走ってっちゃう。絶対なので僕は多分アプローチ的にあれかもしれないですね。その連携力はそんなにないけどスタープレイヤーを集めたなんか代表チームみたいな、ブラジル代表みたいなね代表チームみたいな。僕は日本だね。連携力だねこの力はちょっと弱めだけど練習量とその知識どっから仕入れるこれも友達の知識がくれてるから。僕は多分そういうアプローチ。 OK スター選手ばっかり。メインのオフェンスはガムドラモン。あ強い。羽があって空も飛べるんで味方がフィールドを氷にしても全然動き回れるっていうところでガムドラモンは適役かなって。で、ディフェンスに、雪アグモン、ブルコモンで、氷系氷雪系の攻撃でフィールドを凍らせて他のデジモンたちが滑ってボールを操作できないようなそこでも動きが抑えられないところに関しては、チクリモンで嫌い型の踏んだら痛そうなやつが前面に出てきてシュートを出せる前に妨害をずるじゃん。で最後にキーパー役として、バープモン。バープモンこれも同じ理由で面が取れるすごくでっかいふくよかなもうこれでゴールはもう絶対守れるだろう、動かなくてもゴールは守れるっていうところの布陣を考えてました。でバープも動けないからさ、こう上からフッフッってやったらおーって。でもそこに行くまでにはもう氷が一面にも広がってるんで、すげえ正確な氷は正確なシュートは打たせない。僕たちはこの地球で戦ってるけど、あっちデジタルワールドで戦ってるじゃん。デジモンでのフットサルチームですよ。デジモンの特性をフルに生かさないと。確かにそれではディレクターさん、一番良いと思ったパーティー発表してください。一番良かったパーティーはデジカさんです。おー、一番自信がなさそうだったのに理由はやっぱりさっき皆さんおっしゃってたみたいにちょっと見てみたいなっていうチームだったのと、デジモンの特性をフルに存分に生かしたチームが良かったなと思いました。ズルじゃん。フィールドごと変える。フィールドごと変える。テニス系のチームはちょっと足が短いのかな。おい、それ悪口だぞ。そうだぞ、なんちゃらハラスメントだぞ。僕たちはそれが可愛いでやってきてんのよ。
今これテリスナーみんな画面見ながらまあ確かにっていやいや、あと別にさデジモンの戦いだったら別に耳で蹴ったっていいんだから確かさ。でもそこ今ハンド判定だったのかもしれないですね。ハンド判定だからね。じゃあ僕たちはもうフットサルやめますじゃあ次最後の問題です。家でデジモンが待ってくれています。どのデジモンがどんな風に待ってくれてたら嬉しいですか。ほう。 3体まで選べます。じゃあ私これ最初いいですか。元気に手を挙げた三内くんどうぞ。ど真ん中いっちゃうんですけど、僕ボコモンとネーモン、はあ。デジモンフロンティアのあの2体にいてほしいっていうだけです。もうシチュエーションも各々がやりたいこと、多分ボコモンは、本を読んでるか何かお絵描きしてるかで、その横でネーモンがほげーっとしてるみたいなのを帰ってきたら、何にも家が片付いてない状態でただ遊んでるいてくれるだけでいい人たちを、そうです、みたいに絞ってきたんですね。待つんだマシーンっつって家の中で走り回ってる図が浮かんだなと思って。それがやりたい。やっぱり家帰ってくる時ってもう夜遅くが多いので、夜なんですよ、思い浮かべたのが。でそんな時に真っ先にこうルナモンが迎え入れてくれると、ルナモンみんな大好きだな。ルナモンがこうそうすると夜の雰囲気も相まってすごく癒しを与えてくれるかなって。はい、で夜だからね、ソファーに座りながらちょっと一息入れた時に隣にワイズモンがいてくれると、こうなんかちょっと夜の勉強の時間とか読書の時間になんかちょっとした知識の伝えてくれる雰囲気があっていいなって。で最後寝る時にはピロモンがいて健やかな眠りを生んでくれると幸せな時間になるかなというところをこう妄想しました。なんでルナモン、ワイズモン、ピロモン。僕勉強夜はしたくない。確かにそもそも日中研究してますからね。そういつも研究してるから、研究員っていう職業柄ちょっと夜は癒されたいので。まず家で帰ったらセイレーモンが歌を歌ってくれる。うわいい。最高だろ。癒しの曲を歌ってくれながら、僕はねちょっと世代的にもこうドラゴンに乗るっていうのがすごく夢の一つであって、お家ですよねこれ。そうお家なんだけど、はい、ホーリードラムあにこうちょっととぐろを巻いてる中でこう中に入りながうわらポヨモンを抱っこにして寝るっていう。ポヨモン最高じゃない？でもホーリードラモンに包まれたいはすごい今聞いててそれわかるいいですね。結構みんな全部いいんじゃないかな。全部いい、ところが全部よかった。それではディレクターさん、一番いいと思ったパーティーを発表してください。みんなが祈る格好をした人。一番いいと思ったパーティーはさおちさんです。これはでも納得巻き。可愛いから。大丈夫なの？汚い部屋はちょっと嫌ですけど、完全にちょっとルックスで癒されるもの、腹巻きだよ。いや全然いい巻き。いい巻き？一番癒されるかなと思いました。あれですよ、お部屋とかじゃないんですよ。ちょっとその子供が成長期デジモンが遊んでおもちゃが放り出されてるとか、クッションがなんか変なところ、なんかカップ麺が転がってるとか、そういうのではない。そこまで想像してないよ。そういうのではないです。それぞれ家に帰った瞬間はやっぱ癒されたいというので、さんおちさんの2体が良かったなと思うんですけど、寝る前はセイレーモン歌ね。のですね歌を聴きたいだとか、ピロモンが寝る時にいてくれたら嬉しいなというのはあって、皆さんそれぞれ全部いてくれたら嬉しいデジモンではありました。ああ素晴らしい。つこてカン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 、全5問が終了いたしました。それでは結果発表です。最終結果お願いします。
一番ポイントを稼いだのはテリスケ三おじさんです。ありがとうございます。いや僕負けた気がしてないよ。いやアグマ博士は絶対僕がポイント取ってしかりだと思っていやるから。私もフットサル勝った311だと思ってるからね。フットサルもアイドルも私勝ったつもりでいますからね。かね。デジカデジカさんデジカさんなんか魂抜けたみたいな。旅行もアイドルも地球最後の日も全部自分だと思っていたのでこれ以上ない回答だと思っていたのでデジカさんなんか納得いかない。なんかいいパルス尽きたみたいな。感情なくなっちゃった。吸われた？僕に吸われた？テリアモン助手研究室。いや2人やってみていかがでしたか？めちゃくちゃ楽しかったです。考えてる時も楽しかったんですけど、確かに。アプローチが全然ね、違ったのもそうだね。楽しかったですね。これアイドルだけでなんかやりたい。もう一回もう一回。アイドルコンセプトたくさん作ってきてアイドルで戦ってみたい。これぜひちょっとテリスナーの皆さんもやってほしいですね。でもアイドルみんなのアイドル像を聞いてみたいですね。確かに同じルールでぜひちょっと同じルールでテリスナーの皆さんデジモンだけのアイドルグループで最大5体、はい、そして成長期から選ぶもの、それ以外のレベルは1体だけ入れてもいいと。でコンセプトもぜひ書けたら書いていただいて、僕はこういうコンセプトでこのデジモンを選びましたみたいなのをコメントしてくださるととっても嬉しいです。ぜひ。ということで今日はこれでお別れいたします。みんながどんなパーティーを考えたのか知りたいのでコメント欄の方で教えてください。デジモン図鑑は見ているだけでも本当に楽しい、時間を忘れる時間泥棒ということで、ぜひデジモン探してみてくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。そして X でハッシュタグハローテリラボをつけて投稿してね。今日はこの言葉でお別れいたします。天の幅切り。